皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。iOS16 パブリックベータがついに出ましたよね。早速インストールしてみたんですが、案の定バグだらけですわな。まあしかし、それは想定内。まあいざとなれば、初期化すればいいだけなんで、恐れるものは何一つないんですが、とはいえ今回の iOS16 ベータバージョンで、字幕作成アプリ、ブリューが固まるのには困りましたね。で、代案はないかと色々と試してみたんですが、1、文字起こしアプリ、ノッタを使用する。実は、ノッタは文字起こしだけでなく、SRT ファイルの作成もできます。ただし、月1500円かかる有料アプリなので、私は今まで使用していませんでしたが、今回ブリューが使えない緊急事態ということで、1ヶ月1500円だけ課金しましたとほほで早速試してみたんですが、SRT ファイルは確かに作成できるんですが、ほぼ全ての文節でタイムスタンプが少しずれているんですね。タイムスタンプが重複している部分もあり、かなり雑なアプリと言わざるを得ませんね。未だにこのレベルとは呆れます。これではノッタで作成した SRT ファイルを PC でさらに調整しなければならず、2度手間になるだけなんですよね。使えねえわ、ノッタさん、金返せ。ということで、無駄金でした。ということで、ブリューに匹敵するアプリは、スマホにはないことが分かりました。まさに私は今回、ブリューロス状態に陥ってしまいましたわ、とほほほ。ということで、もはやスマホでの SRT ファイル作成は諦め、PC でできないか探りました。2、サブタイトルエディットで SRT を作成する。実は、サブタイトルエディットというソフトは、自動ではできないんですが、手動ならば SRT ファイルを作成することができます。ではどうしたら、効率よく SRT ファイルを作成できるのか検討してみました。1、まずテキストで字幕を作成します。この時、文節と文節の間は必ず2行空けてください。2、サブタイトルエディットで1で作成したテキストを読み込むんですが、この時、タイムコード作成をオン、表示時間を固定にして、表示時間を動画の秒数割る文節数で出てきた数字を入れます。例えば600行の動画に150の文節数の字幕があったら、600割る150イコール4で、1文節に4秒のタイムスタンプを均等につけるということになります。また、字幕の間隔とは、文節と文節の間の時間をどのくらい取るかということなんですが、私は290で29秒としました。ここをうまく設定しないと、字幕のタイムスタンプ調整で手間がかかります。以上の設定で、仮の字幕のタイムスタンプをつけておいて、後から動画を流しながら、タイムスタンプを手動で調整するという作業をすることとなります。3、2の方法では、タイムスタンプ作成に約1時間くらいはかかります。もっと簡単にタイムスタンプをつけられるソフトはないんかなと思ったら、ありました。あるんかい。早く言ってよ。なんとそれは、PC 版ブリューを使うという方法です。何のことはない。スマホのブリューが使えないなら、PC 版のブリューを使えばいいだけでした。いや、そう言われれば、確かにそうですよね。とはいえ、ブリューにお世話になりっぱなしで、いいのかなという不安さえ覚えますが、字幕作成には、ブリューに勝るものはないですね。ブリューさん、早く iOS16 対応版、お願いします。以上です。